こんにちは、たかしです。本日は10月15日土曜日、週末ですので、来週17日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足です。今週の週足、大きな陽線で引けてます。そしてちょっと見にくいんですが、先週の上髭陰線の髭先を実体で上抜けてきてますので、上昇の力が強いのがわかります。ただ、現在はここの赤のボックスの中で動いていまして、今は最高値付近に来てますので、来週ここから上げていけるのか、それともまたボックス加減を目指して下落してくるのかというところですね。現在はここでかなり揉み合いの期間が長くなってきておりますが、過去のここですね、ここも揉み合いをしているんですが、ここの揉み合いっていうのがここです。この高値を超えるための揉み合いだったんですね。で、今、ここの揉み合いっていうのは、このフィボナッチリトレースメントの 61.8%、この白いラインなんですが、168.420 という、このライン付近ですね。一旦、ヒゲで上抜けたりはしているんですが、このラインを超えられるかどうかっていうところで、今、揉み合いが行われております。そして、ここと同じ期間揉み合うのであれば、1月か2月ぐらいまでは揉み合いそうなので、現時点では何とも言えないんですが、可能性としては今年いっぱい、そして来年の頭ぐらいまでは揉み合う可能性があるというところは考慮しておいた方がいいと思ってます。ストキャスティクスは現在高値圏に向かって上昇中。まだもう少し上昇しそうな感じではありますが、そろそろ過去のデッドクロスの位置に近くなってきました。そしてマクディですね。今週かろうじてゴールデンクロスしてきてるんですが、まだ来週がもし陰線で終えればここからまだ下げてくるということも十分考えられますので、今はもう少し下落に警戒が必要だと思っております。そして現在はこのボックスの高値圏上限付近にありますので、ここから来週上げ止まっての下落になるのかどうかというところですね。もし下落してくるのであれば、この辺160円ぐらいまでは落ちる可能性があるとは思ってます。そして169円付近、このボックス上限ですね、ここを上抜けてきた場合は次のターゲットはこのラインです。ここが175円付近になるんですが、169円を超えると次は175円ぐらいまでスルスルっと上がるんじゃないのかなと思ってます。では日足です。日足では先ほどの赤のボックスの中にさらに白のボックスを描いておりまして、そのボックスの上限でもありますね。まずはこの高値ですね、この髭先 167.943、約168円というところを次実体で上抜けてこれるかどうかっていうところがポイントです。ここが実体で上抜けられなくって髭で返されるようなことがあれば、ここからの160円ぐらいまでの再びの下落っていうところも想定できる範囲ですね。そして日足の GMMA は完全に横ばいというところで方向感がありませんので、ここから下がる可能性も上がる可能性もどちらも持っているというところですので、今強く上げてきたからといってこのまま上昇していくと考えるのはちょっと安易かなと思ってます。過去のこの動きも見ても分かるように強く上昇後の急下落となっております。ここもそうですよね。なので強く上げてきたからといってこのままこの上昇が継続するのかというとそうではないと思いますので、その辺は注意。現在は高値圏にあるというところを意識しながらトレードしていくのがいいと思ってます。ただマクディが結構強いんですよね。そしてストキャスティクスももう少し上昇余地があるというところで、来週週明け一旦上は目指すんじゃないのかなとは考えてます。ただ上は目指しますが、この168円を実体で上抜けてこれるかっていうところがポイントになってきますので、一旦168円を超えても結果日足で見るとヒゲで返されたっていうことになると大きめの下落が想定されますので、その辺が注意ですね。ただやはりマクディがだいぶ強いので、ここから下げてくる、スルスルと下げるというそんなイメージは持てませんので、売りで狙う場合はまずは上げ止まりを待つのが大切です。では4時間足です。4時間足はここエリオット波動緑のをイメージしておりまして、その5波の今途中なのか5波が終わったのかというところですね。昨日の動画でも言ってましたが、昨日動画を撮った地点ではマクディが結構強かったんですね。だからここから下げるにしても下げ渋るだろう、もう一度上昇してくるということをお話ししてたと思うんですが、結果的にはそんな感じですね。なかなか下げきれない。そんな風なローソク足になってます。下髭がかなり出てますよね。かといってここから上昇できるのかというと、今の形ではそうは見えませんが、ただ一旦この高値ですね、168円をタッチしに来るんじゃないのかなとは思ってますので、週明け一旦上昇して168円をタッチしたところで、そこから下落になるのか、もう一度168円を超えてそこで定着できるのか、そこで定着できるともう一段上昇というところで、この先ほど週足や日足で見ていたボックスの上限を上抜けてくる可能性を考えるんですが、今のところは168円でどうなるかっていうところをまずは注目しておきたいですね。ショー
トエントリーするならこの168円タッチしたあたりっていうのは狙いやすいとは思いますが、上昇の勢いが強いのであれば一旦待ってからのエントリーがいいと思います。現在はエリオット波動5波の進行中というところで、どちらにしても一旦5波が完了すればそこから修正波に入りますので、ある程度の下落はすると思いますので、その5波がどこで終わるのかっていうところを見ておくのがいいと思います。インジケーターストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきてますが、ちょっとこのクロスの仕方は怪しいですね。そして MACD もデッドクロス仕掛けてますので、週明けここからどうなるかですね。ただ、ローソク足を見てるともう一段上昇で168円を一度目指しに来るような形に見えますので、そこでどうなるかっていうのを見てからのトレードでいいと思います。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを開催中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。少しの手間でそれだけの金額がもらえるなら、今月のお小遣いにしませんか？専用 URL は概要欄に貼ってあります。期間限定ですので、お早めにどうぞ。では1時間足です。この緑のラインですね。これがここ、過去の高値になるんですが、その辺付近で今下げ止まっている感じですね。ただ、上げきれない印象も受けますので、週明けどうなるかっていうところで、まず金曜日の高値を超えてくるかどうかっていうところがまず第一ポイントですね。そこから168円を目指せるかどうかというところです。そして金曜日の安値を超えてくると、この緑のトレンドラインを下回ってきますので、そうなるとこの白ゾーンの上付近、もしくはこの白ゾーンの下付近というところぐらいまでの下落は考えておいた方がいいですね。ただ結構これ値幅ありますので、この白ゾーンの上付近で164円ぐらい、今が166円ぐらいですので、かなり2円近く値幅がありますよね。そしてこの下の方の白ゾーンが161円ぐらいになりますし、そうなるとここボックス加減が160円付近にありますので、この辺付近までの下落っていうのが想定されます。そして今エリオット波動4時間足に引いてましたが、そのターゲットっていうのもこの辺付近なんですよね。なので最終的には160円ぐらいまで下げてくるのかなというのは考えているんですが、今ここからもっとぐんぐんと5波が伸びていけばまたそのターゲットも変わってきますので、何とも言えないんですが、現時点では160円まで下げてくる可能性っていうのは十分に考えられるので、週明けの初動がどうなるかですね。金曜日の高値を超えて、そこで定着してくるなら168円、169円ぐらいを一度目指しに行くとは考えますが、月曜日の初動がもし下落から始まった場合は、このトレンドラインを割ってきますので、そうなると一旦の下落、160円ぐらいまでの最終的な下落につながる可能性もありますので、その辺に注意してトレードしていければと思ってます。まずは月曜日、金曜日の高値を超えるか、それとも金曜日の安値を下抜けるかというところに注目ですね。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。